はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回の動画ですごく聞き取りづらかったにもかかわらず、とっても優しい心遣いのコメントをたくさんありがとうございました。おかげさまで良くなっていますので、早速撮影していきたいと思います。今回は2月18日までの全体の流れとお仕事と人間関係見ていますね。よろしくお願いします。はい、一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド6、ソード3逆、ペンタクルス3の逆とカップの4、節制逆とペンタクルス7と吊るし人逆ですね。気をつけることや対策が太陽の逆と、ワンドクイーンとオラクルはペンタクルスの6の逆です。2月18日なぜ18日かっていうと18日の途中から太陽星座が魚座に入るんですね。なのでそれまでその18日以降というのは流れがとても変わるタイミングなので、そこで切って区切ってみたんですけども、18日以降っていうのは基本的には人間関係やパートナーシップ関係性っていうものがちょっとクローズアップしやすいんですね。でそれまでっていうのは18日までっていうのは自分の日常生活、仕事とか仕事に対する時間とか睡眠時間もそうですし、自分の体をどうケアするかもそうですし、どんな風に日常を過ごすかっていうことがすごく際立っているんです。なので健康に意識を向けている方にとってはすごくそれがうまくいきやすいっていうのもありますし、今仕事でこれなんとかしたいんだと思っている方にとってはその仕事に対して一生懸命できるっていうのもありますし、ただこまごましたエネルギーをうまく使いこなせるよっていう時になります。で全体を見て思うんですけれども、こまごましたエネルギーを実際は使いこなせているんですけれども、それをご自身でいやまだまだだ、この状態がベストじゃないんだみたいに思いそうだなと思いました。これはちょっと逆を言うとですね、細かいところに目が届くからこそこまごましたことやいろんなことを調整して同時にあれもこれもっていうのやりながらいろいろ細かいこともこなせますよっていう時期なんですね。それが自分の意識が細かいところにも目が届くよっていう時だからこそ見えているもので、全部を完璧にできるっていうわけではないんですよね。普段は気にしないけどこれだけできてるから OK って言ってるところを他のところまで気づけるような運があるからこそ、細かいところまで見てここもできてないここもできてないみたいに感じやすいんです。ただそれだけなんです。なので実際は普段よりも多くのことをやってるとか、多く自分のことをケアできてるとか、仕事でもね、仲間の人とのつながり今やけに強いなとかね、雑務多いなとか思うかもしれませんが、それはその運があるからできてるんですね。でもカードで見た時に実際そういうちゃんとできてるよっていう感じなんですけど、それを自分ができてるっていう認識してなさそうな感じがあったので、いやいや十分やってますよっていうことをぜひご自身でもね認めてあげてくださいね。そしてちょっと星の話になりますが、ちょうどね2月の4日から金星もお羊座に入ったり、木星もやっと逆行していたものが順行に戻りましたので、乙女座の皆さんにとってはなんか仕事とか環境っていうのがやっと整いうまく流れ始めるなって感じがあります。でなので今18日までっていうのはちょっとこまごましたことを自分の中で整えて準備をして、そして18日以降っていうのは人との関係を豊かにしていきましょうっていう流れです。大きく言うとですね。そしてカードで見た時にちょっとその前に2月12日が満月なんですよね。なのでこの満月のあたりが一番ピークだと思っておいてください。このこまごましたエネルギーのピーク、あれもしなくちゃこれもしなくちゃとか、もしくはあれしたいこれしたいっていうふうに思うかもしれませんし、ご自身の健康に関しても普段気にしないことを気にしやすかったりするので、満月だったなと思ってケアしてあげてください。自分をあんまり心配しすぎずにね。なんか専門家の意識とかを聞きすぎて余計混乱するっていうこともあるかもしれないので、自分の体感や感覚直感を信じてくださいね。そして、カードで見た時に入り口がワンドの6なので、何かしらここまでの流れの中でいい
知らせがあったのかなっていうふうに思います。よくやってくれてるねとか、昔応募した何かが採用通知が来ましたとか、いいですよっていうふうに何かいいお知らせが誰かから届いたのかなと思うんですが、でも昔自分が感じていたほどの情熱っていうのを今自分が感じられないんだって感じがするんですね。そう言われても昔は嬉しかった、前は嬉しかったけど今はちょっと状況が違いましてみたいな感じで、ちょっとそこにすんなり答えにくい状況なのかなっていうふうに思います。でも実際その話ってすごくいい話みたいで、それをやるかな、どうしようかなって感じてますね。オラクルがね、やはりペンタクスの6の逆なので、ご自身がエネルギーを注ぐものを有益に使いたいって感じがするんです。お金に関してもそうだし、無駄なものにお金使いたくないっていうのももちろん皆さんはそうだと思うんですけど、本当に価値あるものにお金をかけたいとか、時間も本当に大切なものに時間をかけたいとか、自分が何かやることも無駄に終わらせたくないみたいな感じで、ちょっと選ぶっていうのかな、自分が何をするか、どこにエネルギーを注ぐかっていうことを自分で選びすぎて、自分がいい判断ができてると思えないみたいな感じがするんですが、どれを選んだとしてもそれはいいことなので安心してください。そしてなんとなくですが、自分がやってることって本当に効果あるのかなとか、効果が出てるのかなっていうことを疑ってるみたいなんですよね。いや、効果ありますよ、十分出てますよ。ご自身がそれを見てないだけで十分効果あるって感じがするんです。さっきの仕事もそうだし、健康のことに関してもそうだし、いやまだまだ全然効果出てないんですけどって思ってるけど、それって表面的な結果で言うと出てないかもしれないけど、そこまで蓄積されてるこのエネルギーとしては十分効果出てますよっていうことなんですね。ちょっともうちょっと見てみようかな。なので今なんとなく気分が乗らないとか、気分が盛り上がらないなっていうのはあるかもしれませんが、それはもしかしたら自分で思うよほどできてないっていう、その自分の自己ジャッジによって自分を陥れてるのかもしれないので、そこだけ気をつけてくださいね。でそうでないのであれば、別に気持ちが乗らなくったってそれは自然なことだから、それでいいっていう風に捉えてくださいね。他者からの申し出に応えたいけどどうしようみたいな感じですね。やはり誰かからの申し出があったのかなって感じがしますよ。声かけでも、その声かけなみたいな前だったらもう喜んで答えてたんだけど、今の私はみたいな感じでちょっと躊躇してますね。でそれなぜかっていうと、それをやることによってまた自分の時間が取られるとか、本当にそれって生産性があるのかなとか、役に立つのかなっていうことを疑っているので、もっとダイレクトに自分の喜びにつながるとか、もっとダイレクトに結果が出るものにエネルギー注ぎたいなって思うのかもしれませんね。ただね、ちょっと提案なんですが、18日まではそういうことを考えやすいんですね。あれこれ何が一番自分にとってベストかなみたいな。だけど18日以降っていうのは人との関わりが出てくるので、いいわ、その人が言ってくるならやってあげようかみたいな、人に対して何かをやってあげたいという気持ちになってくると思うので、18日までは保留みたいな形でもいいんじゃないでしょうか。もしくは別にそこで何かをしてあげたからといって自分が損するわけではないので、様子を見る、やりながら様子を見るでもいいかもしれません。ただ最終的に出てるカードが吊るし人の逆なので、物事っていうのを逆の方向から見てみるとものすごい気づきがありますよっていうふうに言われているんですね。だから目的意識っていうものをちょっと入れ替えてみるっていうのもいいかもしれませんね。例えば自分の喜びのために何かやりたいんだと思ってるけども、ここはもう喜びとか置いといてその人のためにやってあげようかなとか、これも一つの経験だからいいやぐらいの感じでやると、すごくいいものを自分が得られる感じがするんですね。この太陽とかこのワンダのクイーンのカードっていうのは本当に乙女座さんらしく生き生きと自分がやってることを自分で認めて楽しく進めていける、有益に物事を進めていけるっていうカードですし、太陽のカードっていうのは本当に温かな光、恩恵、成功、幸せみたいな感じで逆位置ですけれども強いカードなので、何か自分が持っているものや育てたいものっていうのは、これどちらもひまわりの絵が描かれてるんですけれども、
自分が育てたいものや持っているものっていうものが太陽の光に向かって育っていくように、可能性っていうものが今ここから育とうとしていますよっていうメッセージなんですね。でその可能性が育とうとしている状態なんですけど、なんとなく乙女座の皆さんはそれって本当に育ってるのかなとか、これって本当にいいのかなみたいな感じで、その成果や効果っていうものがあまりまだ見えてない感じがするんです。だからこそちょっと違う視点から見てみたら、その成果や効果っていうのはすぐ分かるよっていうメッセージもありましたし、今は見えなくても18日以降に見えてくるよっていうメッセージもあるかと思いました。少し乙女座の皆さんが引いてるんですよね。なんとなく運勢に対して引いているというか、運勢を前のめりで使っていこう、活用していこうっていうよりも、なんかこうちょっと引きながら、あんまりいいかもしれませんけどやる気が起きませんみたいな、そんな感じかもしれませんね。はい、ちょっとこれを踏まえた上でのお仕事を見てみましょうか。仕事は役割をこなすとか義務をこなすっていうのはいい時なんです。逆にその義務が強く感じる方もいらっしゃるかもしれませんけどね。ワンドの3にペンタクルスの4に、ソードのクイーンということで、やはり仕事はあります。活性してます。でこれは続けなきゃいけないから続けますとか、これやらなきゃいけないからやります、これは私の責任ですからみたいな感じでちゃんとそれはできるんですけど、やはりなんとなく仕事もですけど、あんまり積極的に出ない方がいいと自分で思ってるのかなって感じがします。やっぱりやる気のある人にどんどん仕事振られるから、おとなしくしとこうみたいな感じかもしれませんね。でもこなせますよ。全然守っていけるし、維持もできるし、一応未来も向いてるっていう感じです。エネルギー的にね。ちょっと恋愛じゃなくて人間関係見てみますね。恋愛に関してはちょっとね、3月分から取ることにさせてください。はい。人間関係、戦車、ペンタクルスの2と、カップエースということでいいですね。カップエース2枚出てますね。なんか人間関係いいんですよ。だけどなんとなくですけど、乙女座さんが引いてるんですね。ガンガンに行く感じではないというか。でただここで戦車が出てるので、もしかしたら人間関係に関して今乗り越えられる時なのかもしれませんね。ちょっと面倒くさいんだけど言いたいこと言ってみようかなとか、引いて逃げるよりはちょっとこれ向き合ってみようかなみたいな形でちょっと乗り越える、相手にちゃんと向き合っていくっていうことをすると分かってもらえるって感じがします。このペンタクルスの2っていうのは上がったり下がったりもするんですけど、このデッキでいう感じは2人が統合していくって感じがあるので、意見が通じ合うとか分かり合えるって感じもあるんですね。そしてその後このカップのクイーンっていうカップのエースも出ているので、喜びが溢れているということで、人間関係に関しては少し自分が引いていたかもしれないけど、思い切って向き合ってみる、言いにくいことも言ってみるとか、ちゃんと向き合ってみることによって超えられるなって感じがしました。どうでしょうか。皆さん何かしら分かりましたっていう、通じましたっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。ちょっと最後にもう一枚引いてみますね。オラクルカード。トメザさん。はい。タレントガイドというカードが出てきましたね。このカードを見て皆さんも何かしら感じることがあれば、ぜひ自分の直感でメッセージを受け取ってみてくださいね。何か精神的なメンターとか先生という人がついてくれてるのかもしれないですし、いろんな自分の才能っていうものが開かれようとしてますよっていう感じがします。なのでこれはやったから成功するからやるとか、これをやったらどれだけ収益になるからやるとかっていう結果の保証は求めずに、自分の中から湧き出てくるこの才能っていうものを表現してみるとすごくいい結果になるのかもしれないですね。ということでここまでにしておきます。次回また2月の18日までにアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。